モバイルゲームクラッシュロワイヤルクラロワの公式リーグで高校生プロゲーマーが活躍し、テールプロチームパノススパル TS ポノススポーツに所属する ROL アポロ N ロラポローン選手17、岡山県の高校に通い、週末になると東京や海外での大会に出場するに住生活をそうりながら無に貢献し日本一を勝ち取った12月1日に日本代表として幕張メッセで行われる海一決定戦に出場し、世界の強豪たちと対戦する。岡山のロラポローン選手の家にボノススポーツのスタッフがスカウトに訪れたのは今年8月、息子さんをプロゲマーに。両親は息子がゲームには待っている様子を家で見ていたが、どういうゲームをしているかなでは知らなかった。休日にたびたび遊びに行くといで泊まりがけで上京していたものの、ゲームの競技会に参加しているとは知らず、突然のスカウトの訪問に驚きいた様子だったという。その会社を信頼できるのか、まず安全なのか、東京に行っていきなりGOに出られるのか、すごく心配されましたという。スカウトは両親の心配事について一つ一つ超安しに説明し、で不安を解消。来年も続けられるように頑張れよ。どうせやるなら一番目指して最後は納得し、他両親がでした唯一の条件は高校を卒業することだった。クラロワリグアジアには日本からボノススポーツをはじめ4チーム、韓国から4チーム、台湾やインドネシアなど東南アジアから4チームの計12チームが戦し、シーズン中はほぼ毎週金曜から日曜に試合がある。ロラポロン戦では第2シーズンが始め、待った8月後半から戦し、月木曜は学校金から日曜東京や海外で試合とU20生活が始まった。デビュー戦は引き分けて、チームは敗戦。これではダメだなと思った。半端な気持ちで挑んだ。臨機応変に戦える戦術の広さに加え、チームの流れさえ変得てしまう不思議なオーラのようなものまでまとったトッププレイヤーを目の当たりにし、いきなり意識改革を迫られた。長距離移動を
伴う高校と競技の二重、生活に音を上げそうな時に支えになったのが両親の言葉だった。必ずネットの動画中継で試合を観戦し、競技の前後には筆携帯電話で頑張っておひれ様と声をかけてくれるといい。当たり前なんですけど嬉しいですね。世界一決定戦に両親は都豪で来ることができないしかし本気でやりたいなら全力でサポートしてくれる家庭です。自分も全力でやりたいですと心に誓っている。12月1日に幕張メッセ千葉市美浜区で開かれるモバイルカードゲームクラッシュロワイヤルクラロワの e スポーツ大会クラロワリーグよ第一決定戦2018に日本かラプロチーム PONOSSPO2 ポノススポーツが出場する。選手兼監督として出場するみかん坊や選手2ゲームとの出会い、プロ選手としての心こう世界大会への意気込みなどを聞いた。子供の頃憧れていた職業はプロ棋士の羽生善治さんもすごいなと思っていました。小学5年生の時に将棋にハマり、学校の昼休ミニ先生と家でも父さんと将棋を打っていました。プロ棋士のどういうところが力まず集中してピリピリしている。その雰囲気の中でそんな手打つのって言うぐらいの手をだつプロフェッショナルってこんな感じなのかな、さすがだなと思いました。クラロワと将棋は似ている？僕は似ていると思っていて、たとえ将棋は1手指したら相手が1手返してきて、クラロワも同じ感じ。攻撃して守って攻撃して守っての繰り返しだからお互い一手指すという感覚はすごく似ていると思います。ゲームは中学の時に超パワフルプロ野球パワプロにハマっていました。東北の青森の生まれで、特にその子田中翔大投手と岩熊久志投手がめちゃくちゃ頑張っていたので、楽天を応援していました。その他にもインターネットのゲームをよくやっていました。麻雀とかエアホッケーとか。クラロワ
が自分の中で一番ハマった今この瞬間で一番ハマっていると言えるのだろうと思いますけど、ハマったと木のやり込み見方は多分どのゲームも尋常時やないと思います。好きになったらとことんやる性格です。クラロは最高1日に何時間やったことがありますか？1日を通り過ぎて30時間くらいやったことがあります。プロになる前ですが、飯食べながらお風呂入りながらトイレしながら0時間ふと気づくと負けた画面があって寝ていたんだなと笑い、プロになって変わった部分はチーム戦で選手兼監ただしという立つ場もあるので、今まで以上に勝負に対して蹴られない気持ちがすごく強くなりました。今までのようにクラロワを楽しめなくなった全然勝負するときは楽しいです。公式戦で試合が始まった瞬間めっちゃニヤニヤしているんですよ。勝負するのにプレッシャーよりも楽しい気持ちが強いからだと思います。結構顔に出ますレギュラーシーズンを戦って最も印象に残っている試合を教えてください。自分の試合でないのでファーストシーズン最後の決勝戦でそれまで勝る手けなかったチームメンバーの藤さんが勝ったのが今でも一番印象深しいですね。この試合の勝負がもしかしたらこのチームでやる最後かもしれないという期間もあって今日だけは勝って今日だけはを願い本当にと送り出しました。自分も出たいけれどこでチームメイトにできてくれというのが監督としての役目。高校野球でピッチャー1人が強くて勝つチームもありますけど、勝ち進むためにチーム力というのがすごく大事になってくる。誰か一人ではなくチーム全体が人一人を力としてあるべき存在だと考えているので、みんなで勝るチームが理想です。これからの e スポを使いにあってほしいというのはありますか？未来のこと
正直考え、丁寧、笑い。僕の場合はういう難しい。いいこと抜き。に、もうめ。の前のこと。しか考えられない。今この瞬間。勝つこと。先のこと考えても正直し、型がないな、と思っていて、今ここで勝つことが一番大事だろうと思っています。今度の世界大会も、もし貸したらこのチームのメンバーでできる最後かもしれないという思いです。世界の不安にどういうところを見てほしい？もちろんクラロワの今日さも見てほしいですが、式があってはやかでどのチームよりも雰囲気がいいというところを見てほしい。言葉クラッシュロワイヤル。スマートフォンとタブレットで今日対戦型化同ゲームで世界中のプレアとリアルタイムで対戦できる。ゲームはプレイヤー同士が自ら選択した8枚のカードを使いで制限時間内に手のタワーを一つでも多く破壊し、高田に軍配が上がる。2017年に世界一決定戦が行われ、187か国から27.0万人が参加。各地域の予選を勝ち上が他16人がロンドンのアリーナで対戦し、メキシコのセルジオ・ラモサが世界一の栄冠にてるいた。18年には公式プロリーグが世界5地域で発足し、アジア12チーム、中国8チーム、北米8チーム、ヨーロッパ8チーム、ラテンアメリカ8チームが参戦。クラロワリグ世界一決定戦に018に各リーグを勝ち抜いた大物が由緒トーナメント型式で対戦する。モバイルゲームクラッシュロワイヤルクラロワの e スポーツクラロワリーグ世界一決定戦が12月1日幕張メッセで開催される。同リーグは今期から創立。北米、ラテンアメリカ、欧州、中国、アジアの5リーグの代表チームと開催国枠として非本代表のポノススポーツが頂上決戦に臨む。同チームの選手たちの引き込みや横顔を紹介する3回連載第2回は淵に迫る。8月から約2ヶ月間には立って行われたアジアリーグのシーズンにポノススポーツの5選手のうち淵の出場セット数は最小の4にとどまった。レギュラーシーズンを開
進撃で駆け抜けたチームとその足跡ともい得る記録に現れたこと。編。昨年の日本一決定戦で勝る勝ちした実力ものに何が起こし凝っていたのか。世界一決定戦を前にして本人がそうの理由を明らかした。自分は対戦相手の分析をしていました。無にアナリストは必須。誰かがやらなくてはいけないことだし、創意う作業には向いている方だと思います。対戦チームや選手のデッキ BAN カードの傾向、世界のトップレベルの戦いの動向、動画や海外サイトをソースとして膨大なスカウティングを率先して引き受けている。毎日のチーム練習でもなか間がスマホを睨むかたわらで縁がパソコンを開いて関連データ伝えるのが日常風景となりつつある。自分は前に出るタイプじゃないのでとユーモアを交えながらも選手として試合に出場しい気持ち大胆封印。監督兼選手のみかん坊やらに貴重な情報を提供する役割に徹する。日本代表として出場した昨年の世界一決定戦で試合に臨む前の準備の重要性を痛感した。世界屈指のエリート軍団ノバイスポーツ中国は縁の公開練習のデッキやバンカードまでも観察していたという。昨年は初戦で負けたので、その後も勝ち上が他国の選手のプレーを見続けなければいけませんでした。辛い思いは仲間にはさせたくないです。専従のアナリストがいる海外チームも多い中、互角に立つために最新データを収む週分析し続けている。今回の世界一決定戦までのスカウティングでは自らが率いるクラントレジャーハンターの協力も仰いでいる。英語やスペイン語の海外サイトの情報を読みこなせる人材もいて、国内屈指の強豪クランのメンバーが力的確なリポートを提供してもらっている。僕が一人でできることなんてぎりられていますいろんな人たちの力を借りて世界一決定戦に向けてフル稼働します。このスポーツを主役としたオールジャパンの総力戦、熾烈な情報戦の要に違いる。
匠春樹、スポニチ、フチ。1994年、平六一、月25日、千葉出身の24歳。好きなカード、ハファルチエ。趣味、歯読書。モバイルゲーム、クラッシュロワイヤル。クラロワの e スポーツ、クラロワリーグ。世界一決定。戦が12。月1日、1000。幕張メッセで開催される。同リーグは今、期から創立。世界で約25.0万人のプレイヤーのトップに立つ選手たちがプロチームを結成して世界中で熱い戦を繰り広げた。世界一決定戦には北米、ラテンアメリカ、欧州、中国、アジアの5国の代表チームと開催国枠の日本の計6チームが出は日本代表のポノススポーツの選手たちの意気込み、宮横顔3回には立って紹介する。第1回はライキ・ジョーンズ、.5 リー、.5 と RO ラポ RON ロラプロン。クラロワリーグアジアのプレーオフ決勝悪夢の敗戦から約1週間。ライキ・ジョーンズと 10GOD はようやくリスタとの地点に戻ってきた。ライキ・ジョーンズは BAN カードをご使用してチームをすなわち負けについ込みゴッドも今日力バトルで敗れていただけに雪辱の思いに念得ている。反則負け下日は朝まで狙れなかったです。気持ちを切り変えようとしてもしても思い出しちゃってチームメイトからはこの後をどういう風に戦っていくかだと言ってもらえました。今はもう大竹夫です。あのしGOでは自分はそもそも負けていました。チームの力になれなかったので結構引きずっていましたね。共通項の2人だ。早生まれのライキ・ジョーンズが1学年上だが共に99年生まれ。高校を卒業後一旦社会人として働いてからクラロワリーグに飛び込んできたのも同時だ。ライキ・ジョーンズは土木関係の企業で鉄道線路の敷設に経割 10GOD は愛知で自動車部品を製造する企業に在籍した経歴がある。二人とも強豪プレイヤーだったが昨年は日本一決定戦で敗戦を味わった。
ライキ・ジョーンズは社会人1年目の仕事と並行してゲームを続けることの限界を感じた。点ごとも翌年に就職するもゲームへの情熱を捨てきれず入社して1週間で退職に踏みせつた。人生のレールを大きく理解得た18歳の決断。安定を捨ててプロの e スポーツ選手という厳しい競争のシーンただ中にいるが、それでも後悔はないという。